皆さんこんにちは。バルーンパフォーマーのシャンです。今回はベーシックウィービングをご紹介します。ここからは編みからさらに高度な技術を要するウィービング、編み込みのご紹介になります。ベーシックウィービングは技法名の通り、ウィービングの中でも一番基本の編み方になります。しかし基本とはいえ、バルーンドレスの世界大会でもドレスの主要部分に使われるような本当にベースとなる技法です。今までの技法は知識として手順を覚えておけば誰にでも作れたものも多いですが、ここから始まる編み込みテクニックは覚えた後に何度も練習をしないと綺麗な編み目すら作れない体得技術になります。一度解説動画を見ただけで習得したと思わずに、綺麗な編み目ができるまで、自分の思い描いたデザインが形になるまでどんどん練習をしてください。では解説に移ります。まずバルーンを20本ほど膨らませてください。ここでは解説がわかりやすいように、縦バルーンはピンク、横バルーンは色分けしています。バブルをひねる方向を決めます。もしこの時バブルを手前にひねる場合は、縦バルーンと横バルーンを合わせる時もバブルと同じ手前方向にひねります。縦バブルのサイズは基本的に変わらないので、横バブルのサイズで作品のデザインが決まります。必要な編み目の数だけ次々と縦バルーンをひねり足していきます。次に2段目をひねります。縦バブルのサイズは1段目と2段目に隙間が開かないサイズを意識します。横バブルをひねり、左手指で掴みながら縦バブルをひねり合わせます。これを順に繰り返します。横バブルのサイズはもちろんですが、縦バブルのサイズを揃えることがウィービングの美しさを左右します。バルーン界には編み込みの際に唱えられる格言があります。心の乱れはバブルの乱れ。心が落ち着かないときはバブルのサイズが決まりません。特にベーシックウィービングなどの縦バブルのサイズは 0.1 ミリ単位の感覚的な調整が必要ですので、精神状態にかなり左右されます。段を次々に編み込んでいきます。ひねり終えました。ひねった直後は縦バブルと横バブルのひねりが作用し合い、織物が丸まってしまいますが、飛び出しているバブルを押し込んだり、奥に引っ込んでいるバブルを引っ張り出したりして、バブルの高さを揃えると安定します。横と縦を組み合わせるとできる、これがベーシックウィービングです。皆さん、ベーシックウィービングはいかがでしたか？とても簡単と感じる方もいるかもしれませんが、今回解説したのはあくまで技法の説明だけです。完成したものも作品とはとても呼べない、ただの織物状のものです。これはいわゆる洋服を作る前の布みたいなものです。ここからデザインに合わせて編み目やサイズ、組み合わせを変えることで、やっと
作品と呼べるものになります。ぜひここをスタートにどんどんとオリジナルの作品を編み出していってください。心の乱れはバブルの乱れ。